皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい。今日はフィラーワードについて話をしたいと思います。フィラーワードっていうのは、会話と会話をつないだり、考えるための時間を作る小さな言葉です。皆さんの言語にももちろんあると思います。日本人もいろんな種類のフィラーワードを本当にたくさん使っています。いつも私がポッドキャストを撮るときに字幕をつけたりトランスクリプトを作ったりしていて、自分が本当にたくさんのフィラーワードを使っているっていうことに気づきます。使いすぎなんじゃないかなって思うぐらい使っています。日本語でフィラーワードを使うことによるいい点としては、自然に聞こえますね。自然な会話とか、自然なスピーチに聞こえますね。逆に使いすぎてしまうと、ちょっと自信がなさそうに聞こえたり、曖昧な表現になりすぎてしまうみたいなところがありますね。でも、フィラーワードを全く使わずに会話をしたり喋ったりすることって、まるでロボットとか台本があって喋るみたいな感じに聞こえるので、普段の日常会話だったら、ちょっとはフィラーワードを使った方が自然に聞こえるかなと思います。はい。なので今日は皆さんにカテゴリーに分けて私がよく使うフィラーワードを紹介したいと思います。ちなみに今フィラーワードをできるだけ使わないように喋っているんですけど、結構ね、難しい。かなり難しいですね。不自然な感じになったり、ちょっと言葉に詰まったりしてしまいます。それぐらい、やっぱフィラーワードがある方が喋りやすいですね。はい。では、まず最初のカテゴリーは、考えている時の間を埋めるフィラーワードです。例えば、みたいなのがありますね。っていうのを私は本当によく使っていて、今もって言いたくなっちゃったんですけど、考えながら間を埋めているような感じですね。とか、とか、もう、あんまりその意味はなくて、その響きに多少、の方が、より、ちょっと大人っぽく、大人が使っているようなイメージがあるとか。そんな、も、ちょっと、インフォーマル、カジュアルな雰囲気があるとか、そういうことはありますが、大体同じような、意味かなと思います。はい。では次は、話の流れをつなぐフィラーワードです。ちょっとね、接続詞っぽい使い方ですね。例えば、で、それで、だから、みたいなやつです。はい。私は、このポッドキャストを撮るときに、でっていう言葉を本当によく使っています。例えば、今日はスーパーに行きました。で、何かを買いましたみたいな、こういう本当にちっちゃい文章をつなぐときとかに使いますね。で、それでとかだからって接続詞じゃないのって思う人もいると思うんですよね。例えば、今日雨が降りました。だから学校に行きませんでした。みたいな感じで理由を表すときに使ったり、今日雨が降りました。それで傘を持っていきました。みたいな感じで、物事の順番とか流れを説明するときに使ったりもしますよね。じゃあ、フィラーとして使うときはどんな感じかっていうと、なんかもっとね、なんていうか、カジュアルな感じで使うんですよね。例えば、友達との会話で、今日さ、映画館に行ったんだよね。
それで、ジブリの新しい映画見たんだよね。で、面白かった？で、面白いと思ってたんだけど、最後まで見たら、なんか難しかった、みたいな感じで、はい、で、とか、それで、とか、まあ簡単にこう、文章と文章をつなぐときに使えます。なんか難しいな。映画のラストはどうだったの？だからさっき話したじゃん、みたいな、このだからとかもフィラーっぽく使われていますね。はい。難しい。説明するのすごく難しいですね。はい。では次は、気持ちを曖昧に表現したり、柔らかく表現したりするフィラーワードです。はい。例えば、まあとか、なんか、ちょっと、みたいなのをよく使います。はい。まあっていうのが私は多分一番使っていると思うんですけど、このフィラーワードは本当に万能。いろんなところで、いろんな場面で使えます。例えば、そうだな。今日京都に行ったんだけど、まあ人が多かったね。みたいな感じのまあ。これは人が多かったことを強調するまあです。はい。あとは、何かな。まあテストもうちょっとだけど、頑張ってね。みたいな。このまあは、なんていうかこう、相手にダイレクトに何かを言うのではなくて、ちょっと柔らかく言うとき、テスト来週だから頑張ってねっていうより、テスト来週だから頑張ってねっていう、優しい言い方みたいな時にも使えますね。あとは、このご飯美味しい？まあ美味しいかなみたいな感じで、美味しいって完璧に美味しいわけじゃないけど、まあまあ美味しいみたいな、ちょっと曖昧にするような感じの時に、まあを使ったり、はい。いろんな時にまあは使えます。はい。あとなんかもすごくよく使いますね。なんかは考えている時に、もうちょっとで出かけて、もうちょっとで自分の言いたいことが出るんだけど、まだ時間がかかるっていう時に、なんか、今日は、いやなんかさ、みたいな感じで時間を稼ぐような時とか、この映画見たんだけど、なんかおかしい、なんか面白くなかったんだよね、みたいな感じで、ちょっとこう、曖昧にする、感じですね。ちょっともよく使いますが、ちょっとって本来の意味は少しっていうことですよね。で、そのちょっとと近い意味ではあるんだけど、そんなにその少しっていう意味ではなく使うこともあるんですよね。例えば、ちょっとさ、今週すごい忙しくて、みたいな時に、このちょっとっていうのは会話を始めるときに、なんかこう、ダイレクトに行きたくなくて、クッションワードみたいな感じで私は言っていますね。すごく忙しかったはずなのに、ちょっとって言ってるから、ちょっとね、今もちょっとって言ったんですけど、混乱すると思うんですけど、本当に言いたいことはすごく忙しかった。でも、あんまり強く言いたくないから、クッションワードとしてちょっとを置いているみたいな感じですね。はい。とっても便利です。はい。次が、強調のフィラーワードです。自分の言いたいことを強調するフィラーワードなんですけど、どれくらい強いとか、そういうことを言わずに強調したいときですね。例えば、やっぱりとか、結構、本当にみたいなことがあるんですけど、どれくらい勉強したの？いや、本当にさ、結構勉強したんだよね。みたいな感じで使います。この本当にも結構も勉強したことを強調してはいるんですけど、何時間ぐらい勉強して、それがどれぐらい大変かっていうことは言っていないですよね。なので、曖昧ではあるんですけど、自分的には
結構、自分的にはかなりっていうことを伝えられるフィラーワードですね。やっぱりもう同じように強調で使われるんですけど、例えば、やっぱり沖縄いいですよね。だってやっぱり海があるし、ご飯は美味しいし、やっぱいいですよね、みたいな感じで、なんていうか自分の中でそれが正しいみたいなことがあって、それを相手にもそうですよねっていう風に同意を求めたい時とかに使いますね。当たり前だよねみたいな感じのニュアンスですよね。やっぱり日本は春が一番いいねみたいな。春が一番いいってあなたも思ってるでしょみたいな感じかなと私は思いますね。はい。難しい。はい。こんな感じでいろいろフィラーについて話しましたが、どうかな？わかりましたかね？難しかったですね。はい。皆さんもぜひいくつか今日の中から使えるものから使ってみてほしいなと思います。では今日の動画が面白いね、いいねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ペイトリオンの方ではトランスクリプトを作っていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。